背中や二の腕の引き締めに背中を伸ばすストレッチは逆効果だったんです。皆さんこんにちは。ダイエット専門トレーニングゆきこです。今日はたるんだ背中、二の腕、下がりがちなバストも同時にアップする方法をご紹介します。美しい背中や二の腕を作るためによく行う運動の一つがストレッチです。しかし実は引き締めたいと思う場合、ストレッチだけを行ってしまうと逆効果なんです。なぜなら日常生活で現代人は対象物がやる前方にあるため、ケアを行わないままだとどんどんと前かがみになります。このまま続くと猫背の範囲を超えてしまって老人性円敗症という病気にもつながります。この病気の特徴は背中や腰が大きく曲がって丸くなる病気のことです。背骨を伸ばそうとするだけで骨折をする可能性まで出てきます。そうなる前に定期的にケアを行うことが大切です。人の体は前後で異なるケアをすることが必要です。なぜなら前面は縮んで固まっており、背面は伸びて凝り固まっているからです。その時に背中がストレッチだけをして終わってしまうと、その時は筋肉が多少ほぐれるので血行は良くなるんですが、その後ますます凝りが発生します。必要なのは前面の筋肉はまず縮んでいるのを伸ばすこと、そして鍛えてやること、ほぐした後にしっかりと縮めてやる筋トレをすることなんです。筋肉は使わなければ衰えていく性質を持っていますから、日常生活を送っているだけでは前面のバストもお腹も縮んでいるだけですので、筋肉は使われていない箇所も多いです。背面も同じように伸びっぱなしですので、縮めてやるケアが必要になります。ストレッチはコンディションを整えてはくれますが、筋肉がつく効果はありませんので、筋トレをしなければ筋肉は落ちていく一方になってしまうんです。ですので今回の運動は2ステップで行います。まずは縮んだ前面の筋肉を伸ばし、背面の筋肉のコンディションを整えて鍛えてやること。次に前面の落ちた筋肉を鍛え、背面の筋肉を縮めるためのワークアウトも行います。このような流れで行うことによってたるんだバストの張りが戻りやすくなり、同時にバストを支える筋肉も増え、筋肉が増えると血管の量が増え、血液がホルモンや栄養を運びますので、バストの張りも戻りやすくなります。背中の筋肉も適切な位置に戻りやすくなり、二の腕が普段から引き締まりやすくなる、とってもお得なエクササイズになりますから、早速スマホを一緒に見ながら運動を行っていきましょう。始めましょう。まずは四つ葉になっていただいてカエル足にします。膝を少し広めに開いていただいて大胸筋をストレッチしていきましょう。カエル足にすることで腰を反りづらく大胸筋を伸ばすことができます。左手を斜めに、右手は胸の横に、息を吸って吐き出しながら少し体をねじりながら大胸筋を気持ちよくストレッチしていきます。一度緩めたら手の方向を変えて、また違う方向で筋肉を伸ばしていきましょう。いろんな方向に伸ばすことで大胸筋がよく伸ばされます。右手を斜めに、左手を曲げて胸の横に、一息吸って吐き出しながら体をねじりながら胸の筋肉をよく伸ばします。肩が痛い方は無理をせずにご自身が気持ちの良い範囲で伸ばしてみてください。手の方向を変えながらまた引き続き伸ばしていきます。マーメイドストレッチをしていきましょう。背中や脊柱を全体的に気持ちよくほぐしていきます。吸いながら手を上に、吐き出しながら背中を丸く、吐き続けながらもう一度横に、吸って手を入れ替えましょう。ご自身が気持ちの良い範囲で背中を丸めたり伸ばしたり繰り返してみてください。いろんな方向に脊柱を動かしやすくすることで、この後の筋トレの効果が高まります。
体をねじりながらストレッチをしていきましょう。手をカップにしていただいて、後ろに手と膝で押し合いをしながらねじりを深めます。息を吸って背筋を伸ばして、吐き出しながら伸び続けながら体をねじっていきます。一度緩めて、もう一度息を吸って吐いて、もう少しねじりを深めていきます。呼吸をするごとにねじりを深めていきましょう。背中や腹斜筋などを全体的にストレッチをしています。逆足いきましょう。足をクロスしていただいて、手と足で押し合いします。一息吸って背筋を伸ばして上に伸びながら体をねじります。一度緩めたらもう一度息を吸って背筋を伸ばしながら上に伸びながら体をねじります。二の腕を使いながら背中、お尻と使っていきましょう。吸いながら肘を曲げて二の腕を使って、吐きながらお尻と背中の筋肉を使って体を持ち上げます。肘はまっすぐ後ろに曲げて二の腕を使っている意識を持ちながら動いてみてください。足は軽くカエル足にしていただいて、お尻の筋肉が働きやすくしています。カエル足を使って万歳エクササイズをしていきましょう。背中をしっかりと鍛えていきます。お尻の筋肉も使い続けていますので、とても効率の良いトレーニングです。吸って手を内側に、吐き出しながら肘をしっかりと曲げて後ろで手を伸ばします。肘を引くときは手のひらを外向きにしながら引いてみてください。肩甲骨がよく動きます。エクササイズの間はカエル足にしていただいて、大臀筋も使い続けながら動いています。カエル足にしていただいて四つ倍になりましょう。手を肩幅の 1.5 倍ぐらいに開いていただいて、胸の筋肉をよくストレッチをしながらトレーニングで使っていきます。吸いながら胸をしっかりと開いてギリギリまで下ろして息を吐いて上に、肩甲骨が開くところまで持ち上げていきましょう。脇の下にある前鋸筋も使われます。ちょうどお尻の真下ぐらいに膝を置いて行っています。そうすることで胸の筋肉をよく伸ばしながら使うことができます。そのままカエル足にしていただいて、ブリッジをしながら二の腕も使っていきましょう。息を吐いてお尻と肘同時に動かしていきましょう。お尻と背中と二の腕を同時に使っています。形がついていないので少しぐらつくようなエクササイズですが、腹筋の力で体を安定させながら行うとインナーマッスルにも効果があります。二の腕の伸びを感じながらお尻の筋肉も使って体を持ち上げます。OK、お疲れ様でした。運動をされてみた方、今の体の前面と背面のバランスはいかがですか？運動前より胸が張りやすくなって背筋が伸びていればバッチリです。
トレーニングを試した方はぜひともビフォーアフターのコメントなどいただけるととっても嬉しいです。今回のようなトレーニングと相性のいい成分を最大限に組み合わせたサプリメントを現在販売中です。詳細は概要欄にリンクがありますので、よかったらそちらも一緒に皆さんのお役に立てるととっても嬉しいです。このチャンネルでは検証されたスポーツ医学の情報をもとに短時間短期間で効果の高いトレーニングや健康や美容情報を配信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。See you in my next video. Bye!